さて今回は AI 開発の常識をひっくり返すかもしれない、あるものすごく画期的な研究についてお話しします。テーマはこれです。なぜ最先端の AI が塩一粒ほどの大きさしかないハエの脳を真似したモデルにチェスで負けたのか。このちょっと信じがたい謎に一緒に迫っていきましょう。まず、皆さんにこんな質問から始めてみたいと思います。もし、角砂糖たった一かけらのエネルギーだけで、世界最強クラスの AI に勝てるとしたら、どう思いますか？いやいや、そんなの不可能だよって思いますよね。でも、実は自然界には、それを当たり前のようにやってのける、とんでもなく省エネなコンピューターがもうすでに存在するんです。それが、我々も含めた生物の脳なんですね。今の AI、言うなればドライな知能は、シリコンチップの上を電気がものすごい勢いで駆け巡ることで動いてますよね。だから、ものすごくエネルギーを食うわけです。一方で、ハエの脳みたいなウェットな知能っていうのは、何億年っていう、もう想像もつかないような時間をかけて進化が最適化してきた、超効率的な情報処理システムなんです。このドライとウェットっていう根本的な違いが今日の話の一番大事な鍵になります。じゃあ、その生物の脳をどうやって AI に活かすのかって話ですよね。その最初のステップは、まず脳の完全な設計図を手に入れること。ここから始まったんです。その設計図っていうのが、これ、コネクトームと呼ばれるものです。簡単に言うと、脳の完全な配線図ですね。脳の中にあるすべての神経細胞、つまりニューロンが、どこでどうやってつながっているのかを全部書き出した地図みたいなものです。もし、このコネクトームを完全に解読できたら、生命が持つ知能の謎、そのど真ん中に迫れるかもしれない。科学者たちはそう期待してるわけです。でも、なんでまた数ある生き物の中からショウジョウバエの幼虫が選ばれたんでしょうか？これにはちゃんとした理由があるんです。まず何といっても脳が小さい。ニューロンの数がたったの約3000個。人間の脳と比べたらもう圧倒的にシンプルですよね。でもシンプルだからってうながれない。ちゃんと生きていくための複雑な機能はしっかり持ってるんです。つまり AI でその仕組みを再現するにはまさに理想的、うってつけの存在だったということなんですね。で、このハエの脳のコネクトームについて研究者たちがすごく面白い表現をしてるんです。それが生物的宝くじ。これどういうことかというと、AI の世界には宝くじ仮説っていう考え方があって、巨大な AI ネットワークの中には、実は最初から当たりの回路が隠されてるんじゃないかって言われてるんですね。で、ハエの脳っていうのはまさにその当たりくじそのもの。ランダムに作られた配線なんかじゃなくて、進化っていうとてつもない時間をかけた抽選で選び抜かれた大当たりの配線図なんだっていうわけなんです。さて、この大当たりくじである脳の設計図を手に入れたわけですが、じゃあこれをどうやって実際に動く AI モデルに変えたんでしょうか？ここからがこの研究の本当に独創的で面白いところです。そこで彼らが開発したのが、この生物学的処理ユニット、略して BPU です。この BPU が何がすごいかって、AI の計算の心臓部、コアの部分にランダムに作ったネットワークじゃなくて、本物の生物の完全な脳の配線図をなんと世界で初めて使った点にあるんです。この BPU の仕組み、オーケストラに例えるとすごくわかりやすいんですよ。まず、入力層っていう作曲家がいます。この人が、例えば、手書きの数字の7みたいなタスクを脳が理解できる楽譜に翻訳するんです。で、その楽譜を受け取るのが、中央にいる世界クラスのラクダン。これが固定されたハエの脳の回路ですね。このラクダンはもう生まれつきの天才なんで、一切練習なしでその楽譜を完璧に演奏します。そして最後にもう一人、批評家役の出力層が出てきて、その演奏を聞いて、この響きは間違いなく7の音だって解釈して最終的な答えを出す。こんな仕組みになっているんです。ここでのすごく大事なポイントは、学習するのはあくまで入り口と出口の AI だけっていうこと。真ん中にあるラクダン、つまりハエの脳の配線構造自体は一切いじらないんです。固定したまま。こうすることで進化が作り上げた脳の構造そのものに一体どれだけの計算能力が眠っているのかっていう
ものすごく根本的な問いに純粋な形で答えを出そうとしたわけですね。さあ、いよいよその実力検証です。このハエの脳から生まれた新しい AI、BPU は従来の AI と比べて一体どれほどの力を持ってるんでしょうか。ここからが本番ですよ。最初のテストは画像認識。もともと匂いとか触覚で生きてるハエの幼虫の脳が、ですよ、全く見たこともないデジタルの画像を果たして認識できるのか。これすごく興味深い問いですよね。そしてその結果が本当に驚きだったんです。まず手書き数字みたいな単純なタスクだと、BPU はランダム配線の AI をちょっとだけ上回るくらい。ところがもっと複雑なカラー写真の認識になると、その差がなんと 6% ポイントも開いて BPU が圧勝したんです。この結果が何を意味するかというと、進化が作り上げた脳の配線っていうのは、それ自体が学習を助ける強力な生まれつきの才能として機能してるってことなんですよ。画像認識でそのとんでもないポテンシャルを見せつけた BPU。研究者たちはこれにさらに難しい挑戦状を叩きつけました。それが戦略的思考の頂点ともいえるチェスです。しかも相手はチャット GPT なんかにも使われる超強力なトランスフォーマーモデル。さあどうなるでしょうか。まずほんのちょっとのデータ1万ゲーム分だけで両方をトレーニングしてみたんです。そしたらもう衝撃的な結果が出ました。BPU につながりを分析するのが得意な GNN っていう AI を組み合わせたモデルは正解率が約 59%。それに対して巨大なトランスフォーマーはなんと 10% にも届かなかった。これはもう圧勝という言葉しかありません。じゃあデータをたくさん与えたらどうなるか。今度は100万ゲーム分のデータです。ここでも今度は画像認識が得意な CNN と組んだ BPU が同じサイズのトランスフォーマーをまたしてもはっきりと上回る結果を出したんです。進化な作った設計図はデータが少なくても多くてもやっぱり強かったということですね。でも本当にすごいのはこの先です。研究チームは BPU が持つまるで生物のような直感、これにチェスの定着をたどるようないわば論理のアルゴリズムを組み合わせたんですね。そしたらどうなったと思います？このハイブリッド AI の正解率がなんと 91.7% にまで跳ね上がって、自分より4倍も大きな巨大なトランスフォーマーモデルを打ち負かしてしまったんです。BPU がこれほどまでに強力だっていうのはよくわかりました。でもじゃあその性能って一体脳のどの部分から来てるんでしょうか。この答えがまた私たちの脳に対する常識をガラッと変えることになるかもしれません。そこで研究者たちはいわば仮想的な脳外科手術みたいなことをやって、脳のいろんな部分が画像認識にどれくらい貢献しているのかを調べたんですね。普通に考えたらそりゃ光を感じる視覚に関係する部分が一番性能が高いに決まってるって思いますよね。ところがです。結果は私たちの想像をそれはもう見事に裏切りました。信じられないかもしれませんが、最も良い成績を出したのは、なんと視覚とは全く関係ないはずの呼吸をコントロールしている神経回路だったんです。呼吸するための回路が数字を見分けるのが一番得意だった？一体全体どういうことなんでしょうか。この驚きの発見が教えてくれるすごく深い洞察。それは生物の脳っていうのは何かの機能に特化した専用ツールの寄せ集めなんかじゃなくて、どんなタスクにも柔軟に対応できちゃうものすごく優れた万能コンピューターだということなんです。例えば呼吸の回路が持っている周期的なパターンを見つけ出す能力みたいな、もっと抽象的な計算能力、これを全く未知のタスクだった画像認識にうまいこと応用できちゃったということなのかもしれません。さて、ここまで見てきた発見はこれからの AI 開発の未来を一体どう変えていくんでしょうか。これはもう単なる技術の話じゃなくて、もっと哲学的なレベルでの大きな転換を意味しているんです。この研究は AI 開発におけるまさにパラダイムシフトを象徴しているんですね。どういうことかというと、これまではエンジニアが白紙の状態から一生懸命知能を発明しようとしてきたわけです。でもこれからは科学者が自然の中に隠されている知能の設計図を発見していく、そんな時代が始まるのかもしれません。
これは例えるなら、錬金術師が闇雲に物を混ぜていた時代から、科学者が周期表という自然の法則を発見して、自在に物質を作り出せるようになったのに似ています。5億年ですよ。5億年というとてつもない時間をかけて進化が書き上げた生命の最高傑作。それが脳です。そのいわばソースコードの最初の1ページを私たち人類は今ようやく手にしたんです。これから私たちは自然という偉大な先生から知能とは本当に何なのかをもう一度学び直そうとしている。この探求が私たちの未来をどう変えていくのか、本当に楽しみですね。